空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は6月18日水曜日、今日も朝から暑い一日となっております。はい。今日はね、朝から、ちゃちゃっとまたフッツラボのね、芝刈り、草刈りをね、やってきました。はい。ということでね、今日またね、三脚を忘れました。はい。ですので、ちょっとローアングルからね、お店にある三脚借りて、やっております。ということで、今日はですね、また引き続き、食器を洗ってですね、はい、陳列するということをやっていきたいと思います。ということで、本日もよろしくお願いいたします。ゲッツゲッツゲッツ。はい、ということで、今日もですね、メルカリにアップしていきたいと思います。写真まずね、撮りたいと思います。まずこれ、ラーメン丼12345個5個入り、それとこれ小皿ね、小皿、はい、これも2の4の6の8個で500円、500円プラス送料ね、送料。それと電撃殺虫器2個、はい、それと、掃除機強力パワーハンディ掃除機ね、これをアップしていきたいと思います。はい、それではさっき撮った、写真をね、メルカリの方にアップしていきたいと思います。はい、ということで、今日もね、メルカリの方にアップしていきます。早送りでね見てるからよくわからないと思いますけれども、一応ね、相場をね、チェックしながら、今メルカリでいくらで売れてるのかとか、そういう調査をね交えながら、アップしていってます。はい。で、適当にね、やるとですね、全然、なんですかね、高すぎちゃったり安すぎちゃったり、はい、いたしますので、やはりねお客さんの立場になって考えると、いろいろ見えてくることがあると思います。はい、それではまたね保温鍋、磨いて掃除していきたい、皿洗いしていきたいと思います。はい、ということでね、今日も、これねスープジャーって言うんだそうでございます。いわゆる味噌汁とかね、コーンスープとか、いわゆるカレーとか、イベントとかね、あと給食とかね、あと、食堂とかね、作り置きして、温めておきたいと
いちいち火にかけるのね大変ですからね、大量なスープを、温めて保存しておくと、そういうスープジャーというらしいでございます。はい、これもね象印、魔法瓶の象印の、商品でございまして、はい、イベントとかね、あと災害時とか、いろんな場面で、大人数がね必要な、場面で、重宝される、電化製品ではないかなと思います。ということでね、念入りに、汚れをきれいに落としまして、このね中はね水洗いしちゃダメなんですよ。はい、水洗いしないでくださいって書いてあるもんですから、ジャバジャバ水をかけたいところなんですが、水はかけられません。ということでね、タオルで拭きながら落としてますが、この中のね、茶色いのがなかなか落ちないんでございますね。はい、極力落としたんですが、はい、ちょっと時間切れということでね、はい、この後ね、水を入れて、コンセントを挿してスイッチを入れてみました。はい、2台ともですね、ちゃんと、保温される、暖かい状況でね保温されるというのを動作確認ができましたんで、メルカリの方にアップしていきたいと思っております。はい、ということでスープジャーの方はこれねお玉がついてる、やつとついてないやつがありましたんで、はい、お玉付きと、お玉なしがございますんで、はい、あらかじめご了承ください。ということで、蓋もね、表裏、丁寧に磨きまして、はい、そして振ってですね終わりとなります。はい、続きまして水槽を洗っていきたいと思います。はい、続きましてね、水槽を、洗っていきます。はい、長い間ね、屋外に放置された水槽でございますが、ガラス製品ですのでね、はい、綺麗に、磨けばですね、すごく綺麗になります。はい、ただね割れやすいんでね気をつけないとですね、すぐ割れてしまいますんでね、はい、綺麗に洗って、これなんかメダカかったりするのにねいいんじゃないですかね。金魚とかね、もちろん熱帯魚とかね、お魚さんとか買うのもねいいんでしょうけども、はい、お魚買うにはいいんじゃないですかね、これもね。はい、ということで、これもね丁寧に洗っていきます。はい、結構ね洗えばね新品近く戻りますからね。はい、こういうのこそですね、やはりリユースするべきじゃないですかね。はい、使ってねもう使わなくなったし、買ってもう使わなくなってしまった人は、次のね、買いたい人にバトンタッチするというね、昔から日本ではそういう文化があったわけですからね。はい、ぜひ、そういうね、文化を取り戻して、かっこ悪いとかね、人が使ったの嫌だとかね、そんなこと言ってんじゃねえよって話ですけどね。はい、使えるものは使えばいいんですよ、本当に。ということで、ガラスをねひたすら磨いております。なんかね白い塊っていうんですかね、ガラスにくっついてましてですね、
これがね、なかなか取れないんでございます。はい、特に角ですね。はい、これをですね、乾くとね、よく見えてくるんですけど、水垢っていうんですかね、よくお風呂とかにもあるようなやつですかね。はい、わかりませんが、はい、こちらもね、根気強く落としていっております。はい、ということでね、また、次にね使う人が、丁寧にきれいに使ってくれるのを望みながら、はい、ひたすら洗っております。こちらはですね、水槽用の LED とかね、水中ポンプとかね、あとブロワーとかね、あと温度をこう上げる、サーモスタットっていうんですかねとか、あとこうブクブクこう泡が出てくる、やつとか、はい、いろいろそういうね小物がくっついてましたんで、それもきれいに洗ってですね、はい、そして、いきます。まあでもね、急に暑くなったんでね、外で水洗いも全然苦ではないんですよ。はい、これ冬やると結構しんどいですからね。はい、でも外で水洗いしてると水浴びしたくなっちゃいますよね、本当にね。はい、ということで、これがろ過装置みたいな感じで、フィルターとですね、いろいろなんかこの石みたいなね、なんていうんですかね、これろ過をする石みたいなやつですかねとか、いろいろ入ってましたんで、はい、この辺も一旦取り除いて、きれいに掃除してですね、元に戻していきます。はい、この辺のね交換するフィルターとかもありましたので、はい、もし水槽ご興味ある方はね、オプションパーツもちょっと見ていっていただいて、必要なものはね、一緒に持ってっていただけると、よろしいかなと思います。ということで、ほんとそろそろ海入りたくなった季節でございます。もう梅雨はどこ行っちゃったんだって感じですけどね。はい、ということで本日は以上となります。ありがとうございました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。いやー暑いっすね。はい、今日はですね、水槽を洗ったり、保温器ってね、これスープジャーっていうらしいですね。はい、スープジャーを洗ったり、はい、はい、いたしました。はい、一応洗い物はそれで全部かな。あとこれがあるんだね。これキャットタワーっていうかキャットゲージ、これがまたサビサビでボロボロなので、これをどうやって新品近く持っていくか、はい、ちょっと考えなきゃいけないんですよね。はい、ということで、とりあえず今日はそんなところで以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ゲッツ